こんばんは、不動産モフです。今日はですね、ソフトバンクグループ解体かっていうことで、4.5 兆円ものですね、資産を売却して2.5兆円のですね、自社株買いをする、そういった報道が出たので、これについてですね、詳しく解説していきます。でね、これ実はものすごい大きなニュースで、なかなかですね、こんな規模を買うことありません。で、今日はですね、僕自身15年株式投資やってきてますので、そういう投資家の目線からですね、普通の人だとわからないような情報をですね、詳しく解説して、こんなことあってんのっていうのはですね、投資家目線から解説していきたいと思います。で、今日内容なんですけれども、まずそもそも自社株買いって何っていうね、これ結構ね、知ってるようで知らない人多いと思います。なんでやるのこんなこととかね。で、今回ソフトバンクが自社株買いするっていうことなので、実際ね、どういうことなのか詳しく解説します。で、最後、これね、多分絶対報道だとやらないと思うんですけども、孫さん自身が実はですね、破産の危機にあるんじゃないかと僕は考えていて、これ別に陰謀論でも何でもないんですけれども、実際データを見るとですね、そういうデータが出てきてますので、今日はこの辺ですね、掘り下げていくので、ぜひですね、最後まで見ていってください。きっとですね、社会に役に立つ知識はすごい身につくと思います。では早速ですね、株って何なのか、これね、復習になるんですけれども、もう知ってる方もいるかもしれません。出資者がお金を出してですね、会社を設立して、で、会社からは、株をもらってですね、で、会社を持ってる権利っていうのは株主がですね、会社の権利を持ってるっていう風になったりしてます。で、会社はですね、ビジネスを運営して、で、それでお金を稼いで、それの収益をですね、配当って形でやったりとかすることで、株主に、期待を応えるっていうことですね。で、もし、すごい利益上げれば株価も上がっていくんで、この人たちは儲かるっていうことで、それでですね、投資っていうのは、お金、株をですね、買うこと、出資するっていうことになります。で、じゃあ、自社株買いってなりっていうのはですね、もう本当ね、その言葉のまま自分の会社の株を買うことなんですよね。なんでこれがすごいのかっていうことなんですけども、これイメージ的には、株主が、例えばこのペンギンさんが 20% 持ってて、こっちのペンギンさんが 10% 持ってて、その他上場してるとしてですね、すごい数万人の人が 70% ぐらいの株持ってるよっていう風になってるだとしますと。でそういった時に、例えば今回のソフトバンクに近いんですけど、50% ぐらい株買うよみたいなね、半分買うよって言ったら、これね、どうなるかっていうと、ここにみんながですね、こう株を売るんですよね。だから 70% のうちみんながですね、こう、株を売る。ちょっと高く買ってあげるから、ちょっとこっち売ってね、みたいなね、TOB って言ったりするんですけども、そういうのやって買いますと。買ったらどうなるかっていうと、20% に減りましたと。で、実際 50% の株を持ってますっていう風になります。これだけはね、あんまり、この状態のことも自社株買いって言うんですけども、その後、基本的にはですね、償却って言って、消滅させるんですよ、株を。買った後にね、売り戻すっていうこともしたりする会社あるんですけど、一般的には今回はソフトバンク償却するって言ってますので、償却するんで、この世から決してなくなるんですよね。そうするとどうなるかっていうと、持ってる株の割合が増えるんですよね。半分なくなるってことは2倍になるようなイメージなので、これだから 20% 持ってる人は倍になるんですよ。40% になって。10% の人は 20% 持ってることになって、その他大勢の人はもう 40% っていうふうに、みんなだから2倍になるって感じですね。50% 償却すると。それが、むちゃくちゃいいことなんですよね。なんでいいことかっていうと、例えば配当金をこう配ります。例えば1億円配当金をこう配りますよって言った時に、今までは、この人 20% しかもらえなかったのに、それが 40% になるっていうんで、もらえる配当も増えたりとかするんですよね。この配当金が変わらないと仮定した場合なんですけども、またこの議決権が上がったりとかするんで、持ってる株が単純にね、増えるっていう風になります。だから結局ね、株主にはいいことがあります。なので、自社株買いのメリットとしては、まず、会社が株を買うってことで、株価は需要と供給で決まってるんで、それでですね、株価が上がりますね。それはまず一つ、すごいいいことです。もう一個は、今言ってみたいな償却したらですね、その分株価がですね、割合が増えるっていう風になります。ただ今回みたいに 50% っていうのはかなり異例で、普通はね、2、3%とか5%とか、ビビたる額を普通はやるんですけども、今回異常なので、こんな倍になると、まずないですね、普通は。というので、こういう風にすると、議決権上がって配当金アップしたりだとか、あと割安の時にその自社株買いを買い戻したりとかすることができるんで、そういった感じでですね、会社側としても、償却しないとしたらメリットはあったりとかしますね。で、株主にとっては短期的にはもうすぐ目に見えて効果はあるので、意外とこうあったりとかします。で、一方デメリットは何かっていうと、投資せずに、自社株買いをするんで、その成長性がですね、ちょっと見えにくいんじゃないかっていうふうに考えたりします。これどういうことかっていうと、結局株を買うんでお金出ていくわけですよね。で、買った株を、この世から消したるっていうふうにやってるんで、その分のお金他に投資した方がいいんじゃないのっていうふうな、考える人もいると。
で、まあ、その分ね、例えば2兆円とかいるんだったら成長するためにどっかの工場を買いましたとかだったらね、そこの工場が動いたとか、まあそういうのあるかもしれないですけども、自分の会社の株を買ってなくすってことなので、そこからむちゃくちゃ成長性あるかって言われると、ちょっと若干ですね、疑問がつくと。だからこれが本当に会社のためになるのかって長期的に見て、体力弱めるだけなんじゃないのって。まあ上場するときと逆ですよね。上場するときは、株をいっぱい発行してお金をもらって投資して大きなことを工場を作ったりするんですけども、今回その逆になるんで自社株買いって、出てる株を買い戻して世の中から消すっていう風になるので、まあ一方、長い目で見ると、まあ疑問もあったりするなっていうのがですね、まあこれ一般的な自社株買いですね。ただまあ短期的にね、2、3%ぐらいやることはみんなから歓迎されるんで普通やりますね。で、じゃあ今回ソフトバンクどうなってんの自社株買いっていうところで、これまあ発表ね、昨日23日にされまして、まあ最大 4.5 兆円の当社保有資産の売却、または資金化を決定しましたって書いて 4.5 兆円売りますよ。まあソフトバンク自分をですね、こう切って売るんですよね。まあ分解っていうか解体って言い過ぎかもしれないですけども、まあ今ソフトバンクの時価総額がまあ7兆円とか8兆円ぐらいあるんで、まあ資産をですね、まあ、それぐらい売ってしまうと。で、一方で、そのうちの、2兆円から 2.5 兆円を自社株買いに使いますって言ってるんで、自分の株を買えます。2兆円規模で。なので、トータルで、5000億円はもう発表してるんで 2.5 兆円やりますってことで、で、残りはこう、借金をね、社債を買い戻したりとかしますっていう風に言ってます。で、これは今安いからやるよって言ってますね。これ本当なのかっていうところはね、後で解説するんですけれども、でこういう風に、まあ、ソフトバンクグループがですね、4.5 兆円も、4.5 兆円ですよ。すごい膨大な数ですよね。まあ、その資産を売却すると。で、何を売るかはまだわからない。とりあえず売るよっていうことですね。これから精査するみたいですね。まあ、何か売るよって言った瞬間に、その売られるものはもう株価下がったりしてるんですけれども、これうまいところでね、言います。で、1年かけて 2.5 兆円のですね、自社株買いを買って、まあ、発行株式の 45% 程度取得。まあ、これ言ったことで株価上がっちゃったから、これで買えなくなっちゃったんですけど、まあ、そういうことを言ってますと。で、社債なども買うと、バランスシートを、改善させるっていうふうに言ってます。じゃあまあソフトバンク資産何を売るのかっていうことなんですけども、まあむちゃくちゃね、これ去年の10月とかの状態なんですけど、むちゃくちゃ複雑なので、これ理解してる人、僕もね、すべて理解してるわけなんですけども、概要はこんな感じで、まあ中心にソフトバンクグループ、これはソフトバンクグループですね。一番ソフトバンクと言われているもので、そこに、ビジョンファンドとか、アリババ株を持ってたりとか、ソフトバンク、これ携帯ですね。あとアームとかスプリント、アメリカの会社、携帯会社にあって、でソフトバンク携帯会社の下に、新設会社をネバーっていう韓国のところを作って、その下にね、ヤフーですね、Z ホールディングスがあって、で、そこに ZOZO と LINE がくっつくみたいなね、まあ、すごい構造になってるんですよね。まあ、とんでもないですね。だから子会社、さらにその子会社の子会社の子会社みたいなね、もうどんだけそうな、ヤシャゴなのかなんだかよくわからないですけど、まあ、こういうのあって、まあ、ここの中からどれか売るってことですね。で、まあ、ソフトバンクが、まあ、持ってる、グループが持ってる株を売って、まあ、4.5 兆円換金しますと。で、どの辺かっていうと、多分、これは資産の内訳で、2月の時点では31兆ぐらい資産あるよって言ってて、まあ、多分、この辺のアリババとか、スプリントとか、まあ、この辺を売られるんじゃないかっていう話はちょっと出てますね。あとソフトバンクかとかね、わかんないですけども、まあ、結構な額ですよね。で、まあ、この31兆円のうちの、負債はですね、有利子負債が6兆円あるんで、まあ、ソフトバンクの、価値はですね、25兆円あるっていうふうに孫さんはおっしゃってますと。まあだからですね、これで今時価総額がですね、2600円まで株価下がっちゃったんで、まあ5兆とか6兆ぐらいまで下がっちゃいましたよって言ってます。だからまあ自分たちは25兆ぐらい価値があるにもかかわらず、5兆ぐらいしかないんで、これはもう安すぎるとおかしいって言って、じゃあ自分で買っちゃおうみたいなことを言って、まあ自社株買いするって言ってますね。ということで、まあ本当ソフトバンクグループですね。これはまあ切り売りすると。切り売りして自分の会社の株を買うってね、よくわかんないことやってます。4.5 兆円ですからね、4.5 兆円。莫大な投資ができるんですけども、それ結局自社株買いとか、借金をね、買い物したりしますって言ってますね。ということで、まあ、現金は今 1.7 兆しかないっていうところで 1.7 兆円あって、まあ、4.5 兆円買えないんで、とりあえず、投資会社ソフトバンクグループ、投資会社ですって言ってるのをね、保有資産を売り払うってことですね。しかも今株価下がってる時に保有株を売るってことなんですよ。これどういうことかっていうと、株価が高い時に、売却するっていうのはね、鉄則なんですけども、今この
経済危機みたいな株価が暴落しまくってる中で保有資産を売り払うっていうことで、ちょっと一旦損切りみたいなイメージだと思います。損切りっていうかこうせざるを得なかったっていうね、後でちょっと言いますけども、解体に近いと思います。本当だったらね、10月の時に売っとけばいいわけで、そしたら、もっとね、高く売れたはずなんで、これを。あんだけね、暴落して、で、苦し紛れに売ってるようにしか見えないなっていう印象ですね。で、自社株買いするのはですね、安いから買うって言ってるんですけども、売る資産も下がっちゃってるから、結局一緒なんですよね。その辺、喋りが、説明がうまいなと思ったりするんですけども、これをね、解体して 4.5 兆円捻出して、買うのは自社株と社債だって言ってるんで、本当これ、ね、トヨタとかの、投資規模って年間1兆とか2兆なんで、それをね、はるかに超える、資産ね、現金手にして買うのはね、そこかっていうところで、なってます。これね、ちょっとおかしいって思う人はですね、素晴らしいと思います。僕もね、ちょっとおかしいなと思ってね。で本当の狙い何なのかってね、これ若干こっから先少し予想も事実をもとにちょっと推測が入るんですけども、これまずね、自社株買いして誰が一番儲かると思いますかね。これね、孫さんなんですよね。なぜかっていうと、ソフトバンクグループの株主どうなってんのっていうと、これ株主構成なんですけども、筆頭株主孫さんなんですよ。孫さんが 22% 株持ってて、日本マスタートラスト、信託銀行が 9% とか 6% とか 2% とか持ってる中、圧倒的に多くの資産持ってるの、株持ってるのは孫さんなんですよ。22.32%。だから倍以上ですね、他の株主の持ってますと。で、さっき言ったんですけど、自社株買いで誰が得しますかって最初に言ったの覚えてますかね。これ誰が得するんでしたっけ。これですね、株主が得するんですよ。ってことは、誰が一番得するんだっていうと、間違いなく孫さん、ダントツに得しますね、孫さんが。そう、株主です。っていうことで、結局、そのソフトバンクグループを切り売りして自社株を買いますよって言って、一番得するのは孫さん、間違いない 22% 持ってるんで。で、これが、45% ぐらい買うっていうから、ざっくり、倍になるとしたらですね、これ 40% ぐらいの議決権になるんですよ。だから株が、持ち株が増えるんですよ、ソフトバンクの孫さんが。これ美味しいですよね。で、あと、実際なんでこんなことやるかっていうと、僕は孫さんが破綻するリスクがね、若干出てきたと思っていて、事実としてはですね、孫さんはソフトバンクグループの株をですね、担保に銀行から大量のお金を借りてるはずなんですよ。で、それどういうことかっていうと、結局株はいっぱい持ってても、それ現金じゃないからお金自由にできないんですよね。だから株ね、ソフトバンクで持ってる株がですね、1兆円とかそれぐらい資産持ってたとしても、それ現金じゃないから自由にできないと。だから、株を担保にして銀行から莫大なお金借りたりして、それで暮らしたりしてるわけですよね。例えば、これ例なんですけども、1株4000円でですね、100株持ってましたっていうと、それ株の価値って40万円なんですよ。だからその40万円分の100株40万円だよって預けて、で、担保価値の半分ぐらいですね。例えば20万円とかを借りるみたいな。こういうことをね、多分孫さんはされてるはずで、されてるはずです。それで銀行から多分お金を借りてると。で別に借りてる株価がね、このぐらい上がってればいいんですけども、これ株価が下がってくると問題が起こって、例えばこれ4000が半分になっちゃったよってなったら、2000円になるんですよね。そうすると担保が40万円だったのが20万円になっちゃうから、この借りてるお金と同じぐらいになるとですね、借りてるお金の半分までしか担保評価しないよみたいな銀行の、例えば決まりだったとしたら、これ担保力が減るんで、追加でお金入れてくださいって銀行から言われますと。っていうことで、そういうことになってたような予想がされてます。で、実際これ孫さんが株を担保にお金借りてるよっていう、担保にしてるよっていうのはですね、普通にデータ見れて、これね、ぜひ覚えてほしいんですけども、大量保有報告書っていうのがあって、5% 以上の株を持ってる場合はですね、これ提出するっていうルールになってます。大株主、お金を持ってる人が株を売ったりとかしたらちゃんと報告しなさいっていうのがですね、義務付けられてて、これも、令和元年5月20日に、孫さんが出しましたよっていうですね、で、孫正義って書いてますね。で、その内容なんですけども、これ細かすぎて見れないですけども、これ大雑把に言うと、これだけのいろんな銀行に株を担保として提供してますよっていうのが載ってます。これに複数の銀行から。なので、今これだと20個ぐらいかな。20個ぐらいから、銀行にですね、担保をいろんなところに担保を入れて、で、お金を借りてると。そういう状況は大量保有報告書に、普通に載ってますね。で、これ実際、報道も若干されてて、ブルームバーグ、これたまに出すんですけども、ソフトバンクの、
グループの孫社長の保有株式、担保提供が増加、下落リスクもとかって書いてあって、これは去年の9月なんですけども、大体これが孫さんが何%の株をですね、銀行に担保してるかっていうデータなんですけども、2013年の時はですね、16% ぐらい担保にしてましたと。いいですよね。100% のうちの 16% を担保にして、銀行から多分お金を借りてましたと。で、そのぐらいがですね、どんどん増えていて、2014年から16年ぐらいの時に一気に 35% ぐらいまで行きましたと。ということで、この期間にむちゃくちゃですね、株をですね、担保にお金引っ張りまくってるところですね。で、そこからちょっと落ち着いてて、で、また2019年にもちょっとポンと上がって、今 38% ぐらいですね、の孫さんの保有株式を、銀行に預けてます。これざっくり見積もると、6500億円相当ですね、の、すごいメロも長くですね、6500億円相当の株を、銀行に担保に預けて、いくら引っ張ってるかはちょっとわかんないですけども、わかんないですけど、半分ぐらいだと3000億とか4000億とかわかんないですけど、それぐらいのお金を多分銀行から借りてると予想される。担保にしてるとこまでは事実なんですけども。で、さっき言った、株、この辺に担保してるんで、16年とか10年ぐらいから株価下がってくると、銀行からちょっと担保評価悪いよっていう風に連絡が多分来始めるんですよね。僕の予想なんですけども。で、実際この14年から16年どれぐらいっていうと、これがですね、これチャートなんですけども、この辺なんですよ。2014年から14年。だから大体株価が3000円から4000円ぐらいの間の時に、16% からですね、35% ぐらいまで、むちゃくちゃ借りまくりましたと、お金を。っていうことで、ここを下回ってくると担保割れしてくるっていうイメージですね。で、実際どうなったかっていうと、これ見てください。5000円、6000円ぐらいまでいったんですけども、ここ1ヶ月ですね、5000円から2600円まで下がりましたと。で、2600円っていうのはもう全然3000円割ってきちゃうんで、この辺多分担保割れしてるのが出てきてるはずなんですよね。で、さらに、下げ止まる目処も立ってなかったってことですね。っていうことは、銀行からですね、金を返せっていうかね、追加にお金入れなさいとか株を入れなさいっていうふうに、ちょっと言われ始めてたんじゃないかなっていうふうに僕は予想してましたと。で、何かやってくるんじゃないかっていうことですね。で、個人的な予想なんですけども、ソフトバンクの株価が下がると銀行からね、おいしょって言われたりとかするんですけども、そういうのを求められるリスクがありますと。で、もしね、こういうのを、払えないと、銀行によるらしいんですけども、保有株すべて売却するよっていう契約になってたりするケースもありますと。もう一回もう現金者を危険な、株ってね、結構株がその値上がりしたり値下がりするんで、もう株を全部売っ払って、それをね、お金にして、それで借金返してねっていう風に強制的にね、ロスカットとか言ったりするんですけども、そういう風になってしまう可能性があると。ただね、6000億円ぐらいの株価がいきなり市場で売られるとパニックになるから何とかしないといけないんで、これは絶対防ぎたいっていうことで、なので、そのね、株価が下がらないように何が何でも株価を変えさせるような意思が働くのかなっていうふうに僕は予想してましたと。ということで、むちゃくちゃなですね、こういう今回の自社株買いに繋がったのかなっていうふうに予想しています。多分ですね、今後の5月にソフトバンクグループ決算あるんですけども、多分壊滅的になるはずなんですよ。アメリカの株がですね、多分もう今暴落してるんで、それでソフトバンクビジョンファンドですね、持ってる、ウーバーとかですね、スラックとかの株も半額ぐらいになってるんで、多分ビジョンファンドは大赤字になりますと。で、多分スプリントもですね、アメリカの携帯会社なので大赤字転落になるでしょうと。多分これ契約とか火薬が増えたりとかなるんで、どれぐらいかっていう見当つかないですけども、赤字になりますと。で、さらに、アップルが下方修正してスマートフォン出ないよっていう風になると、ARM ってね、スマートフォンの、CPU の設計の会社なんですけども、そのね、CPU1 個あたりいくらみたいな単価でやってるんで、もうそれもね、大赤字になりそうっていうことなんですよね。で、そういうことから5月に多分超絶赤字1兆とか多分2兆とかいくかわかんないですけども、それぐらい叩き出しそうってことで、さらに暴落しそうってことで、そうなるとさっきのね、株価が下がってしまうとですね、孫さん自身がですね、破綻のリスクが出てくる、6000億円ぐらいの株を担保にしているのは事実なので、という可能性があるんで、じゃあ、先をね、先手を打って株価対策をこのタイミングでやってきたってのは、すごいなっていうふうに思いますね。僕自身にね、孫さんすごい尊敬してるんですけども、この先を見据えてね、こういうことやってくるのはやっぱさすがだなと思いますね。しかも何一つしてないですからね、リリース1枚出しただけでリリース1枚、買うよって言った時に株価バーンって跳ね上がったんで、いや、すげえなと思いますね。で、本当もう何を売るかとかね、何も出さずにね、株価回復したんで、具体的に何が売るのか未定な状態で株価回復したらですね、すごいですよね。本当は、一般的にはですね、こ
これ先に、崩壊してないですよね。本来、やっぱ株買うんだったら低く買いたいじゃないですか、自社株。そうですよね。安い時に自分の株買いたいですね。で、そういう風にしたいんで、本来はこう TOB って言って、最初に、まあ、例えば2600円まで下がっちゃったよって時に3000円で買うから、俺んとこよこせっていう風に言うんですよ。そうするとまあ3000円で買い取れるみたいな感じになるんですけども、まあそれもね、多分間に合わないから、とにかく危機だったから、とにかく株価が上がればいいっていうことで、何を売るかも未定だし、いつこうね、買うかとか分かんない状態で、とりあえずもう2億買うよって言ったことで株価上げましたと。まあ上がっちゃったから、買い取るときに結構大変になるはずなんですけども、でもまあ株価は下がんなきゃいいっていう多分判断なんだろうなっていうふうに思います。だからまあすごい迅速な行動ですよね。まあここすごいなと。本当はね、TOB やるんですけども、公開株買い付けってやつですね。株式公開買い付けってやらずにやってるんで、この辺ね、すごい面白いっていうか、今度これをね、このタイミングでぶっ込んできたのはすげえなってちょっと尊敬しますよね。で、まあ、本当こういう風にね、裏の裏まで見ていくと、こういうのが背景として、まあちょっと透けて見えると。で、実際ね、これ似たような例があって、実際孫さんもね、間近に見てるんですよ、この危機を。だから多分今回早く動けたんですね。で、実際に何かっていうと、ZOZO のね、これ前澤さんもね、破綻しかけてたっていう風に僕は予想していてて、同じようなケース、本当同じようなケースで、で、それを救ったのがね、孫さんだったんですよね。で、なんでかっていうと、この ZOZO の前澤社長もね、お金借りてたんですよ、銀行から。で、だいたい3000億円ぐらいですね、の株を担保に銀行からお金バンと借りてたんで、もうどれだけちょっと借りてたのかわからないですけども、かなりの額を借りてただろうと。で、その株価が一気に下落して、一気に窮地に立たされっていうのがありました。去年の2月ぐらいですね。で、絵を売ったりとかですね、なんかいろいろこう、株を入れたりとか、やりくりしてなんとかこれしのいだと。で、しのいで、もうこれやばいと思われたのか、コリで ZOZO をヤフーに売却して、まあ、事なきを生きたっていう、まあ、凄まじいですね、経験があります。ちょうど1名。まあ、この経験多分、もちろん孫さんもご存知であると思うんで、こうならないように多分前もってですね、孫さんの場合はソフトバンクのですね、株を4.5兆振って株価上げるっていうね、まあ、体力に余裕があったから、まあ、こういうのできましたと。で、実際チャートどうなってたかっていうと、まあ、かなりですね、この辺で多分すごい、株をですね、前田さん担保に借りてたんで、全然良かったんですけど、ここ下がってるとこありますね。ここがね、急落で危機が訪れたと予想してる時ですね。で、実際に、大量保有報告書、これ前データ出したんですけれども、18年の5月の時はですね、700万株しか持ってなかったのに、まあ、宇宙行くって言い出したぐらいの時に、いきなり、8000万株ですね。一気10倍ですね。8000万株なんで、まあこれが2000億とか3000億ぐらいになるんですけど、この辺を、担保にしてお金を借りてであろうと予想されて、まあこんだけの銀行からね。で、しかもどんどんこう増やしていって、10月ですね。で、危機が訪れたのはですね、2019年の2月6日にですね、株価が一気に下がって、この辺ね、3800円の時にむちゃくちゃ借りてるんで、それが1900円まで下がっちゃったよってことで、もうその、担保が評価割れしちゃったんだと思われますね。っていうところで、ここから、2月の6日、2月の12日、2月の18日っていう風に、日々ですね、株を移動させて大量保有報告書を更新するっていうことをやってました。この辺が多分危機なんですよね。で、なんとか乗り超えて、売却を決めたんじゃないかな。まあ、これ予想なんですけどね。ただまあ、こういう風に株価をですね、株を、例えば、これ UBS 銀行に5100万株入れて、で、その後、さらに、5300万株っていう風に200万株さらに追加で入れたりとかしてるんですよ。だからまあ、日々ですね、こういう、追加して入れたりとかしていて、こっちも100万株追加とかしていって、実際にその担保を増やしてるんですよね。孫さんはこうなる前に株価を持ち上げたってことですね。また賢いと思います。で、まあ、2月6日にですね、株価急落して、まあ、もともとはね、この時も、前田さんが今まで、このツイートが原因って言われたりしてるんですけども、お店で1万円ぐらいで売られてる洋服の原価がだいたい2、3000円であることを皆さんご存知ですかっていうアンケートを取って、これでなんか顧客の原価をばらして何がしたいんだってね、お年玉プレゼントの直後に、で、これでね、株価がね、ブラッと下がってですね、まあ、これで危機に入ったっていうことですね。で、この2月6日の時に、危機に入って多分電話がかかってきたかわかんないですけども、で、前澤さんがちょうどですね、本業に集中してます。チャレンジは続きます。必ず結果を出します。しばらくツイッターをお休みさせてくださいって2月の7日に出してるんですよ、このツイッターを。だから多分、僕の予想だと、本業じゃなくて自分の、銀行からお金ね、借りてたやつが、担保割れしたから、金策にこの辺ね、走り回ってたんじゃないかっていうふうに
僕は予想してますけどね。で、ここからまた5月に落ち着いてきたんで、また5月に復旧して、まあ、そこでね、多分売却決めたんじゃないかな、みたいな風に思ってますね。で、この辺でも多分破産しかけたっていうか、いろいろお金がね、銀行にない、借りた担保割れして追償、お衣装が入らなくてっていうのに多分なったんじゃないかなって予想してますね。これね、推測なんですけども。で、そこでですね、またミラクルが起こって、それを助けたのが、孫さんなんですよ、9月に。で、まあ、なんとか ZOZO をですね、売却して、前澤さんなんとかが逃げ切ったってことで、まあ、前澤さん自体僕もすごい尊敬してですね、ゼロからまあ、時価総額ね、1兆円ぐらいまでこう、立ち上げてですね、すごい気合と、想像力に満ち溢れたすごい人だったと思うんですけども、もうこれ本当ね、綱渡りだったと思います。これは後からまあこういうの見ると。で、さらに、ここからまだ話は続いてて、で、株価がね、この辺でちょっと危機だよって言ってたのが、まあその、ヤフーが ZOZO に売却したよって言って、2500円ぐらい確か売却したんですよね。だからまあ結構、1600円とか2000円ぐらいだったのに、まあ2割3割ぐらいの高いお金で、まあヤフーが買ってくれたと。で、この間は TOB の期間なので、まあ、張り付いてるんですけども、そっからどうなったかっていうと、今、ガガガガガガって下がってて、今、1151円とかまで下がったんですよ。これ何を意味してるかっていうと、ここで危機だったのに、そのまま、持ち続けたとしたら、多分この辺で、多分前田さんは、もしかしたら、お衣装払えなくなって、ショートする、破産とか、まあそういったところまで行く可能性が、まあゼロではなかったと思います。お金返せないとかですね。っていうので、もう本当ね、すごい時に、強運というかね、すごいなっていう。まあここでやばいっていうところが今、宇宙に行きたいっていうそういう強い目があるので、それを取ったっていうことが結果的に良かったんだなと思います。ヤフーが買ってくれたんで。まあヤフーはね、ちょっとこの価格で下がっちゃってね、痛い目を見てるかもしれないですけども。なので、まあ、株をね、株を担保にしてお金借りて、もうそれを自分の買いだと思ってると、株価下がった時に痛い目見るよっていうのはですね、まあ、僕ら庶民にはね、あんま関係ない話かもしれないですけども、これから、上場会社作る人ね、上場されてる社長さんとかね、まあ、どなたか見てるかわからないですけども、ちょっと注意された方がいいですよ。自分の株を担保に銀行から借りて株価下げるととんでもない目に遭うというところになります。じゃあソフトバンクね、今後どうなんのっていうところで、まあ、ちょっといろいろ懸念点とかは、見ていきたいなと思ってます。で、まあ一番ね、僕懸念してるのはね、孫さん孤立しつつあるんですよね。誰かこう、いさめてくれる人がいなくなる。まあ、大体ね、総会、株の、決算説明会とかでもね、記者会見とかでも結構記者から突っ込まれたりしてるんですけども、本当ね、いろんな、外部から来てる人がですね、退陣してるんですよね。まあ、最近だとやっぱニケシュ・アローラさんってね、元グーグルとかで、まあ、むちゃくちゃすごい実績出された人でソフトバンクに来て、まあ、孫さんがね、この人に、ニケシュさん、まあ、インドの方にですね、ソフトバンクを譲るよって話をして、もう後継者だとか言ってたんですけども、その1年後、2年後ぐらいにはもう退任されて、ソフトバンクを去ったってことですね。で、その1年後にはですね、日本電産の、まあ、長森社長、まあ、日本電産ものすごい大きな社長ですね。まあ、一代で長森社長を築き上げた、まあ、ものすごい方なんですけども、この方も退任されましたと。で、さらに、去年ですね、2019年ユニクロのね、柳井社長も、外部取締役でいたのに、辞めてしまわれたと。で、まあ、こういうすごいですね、結果出された人は、ちょっとまあ、馬が合わないのかなんだか合わない。まあ、一応、ね、円満にとは言われてますけれども、そういったことで、まあ、辞められていくっていうことで、まあ、孫さんがどんどん孤立していくような感じですね。やっぱ外部から来た、まあ、そういう社長候補だとか、外部の、まあ、ユニクロの柳井さんも、まあ、ね、凄まじすぎる方なんですけども、こういう方々が辞めていくってことで、どんどんですね、投資会社として、まあ、こうやるにあたって、どんどんこう、離れていかれたっていうところなんですね。だからまあ、この辺の方々多分止めたんだろうなっていうふうに思います。今のビジョンファンドとかは。まあ、それがどっちが正しいかっていうのはまだ結果が出てないんですけども、まあそういうふうにして、まあ今回も自社株買いってかなりまあさっき言ったみたいに孫さんが一番得する対策になるので、まあそれはまあコーポレートガバナンス的には大丈夫なのかなとかはちょっと個人的には気になりましたね。まあ株主はね、そんだけやってくれると、儲かるからいいよっていうふうに思うんですけども、でもそのね、持ってる株をね、この安い時に 4.5 兆円売って、自社株を買って償却するっていうのがね、それは本当にソフトバンクのためになるのかって言われると、ちょっと僕はよくわからないなと思ったりします。なので、ちょっとまあ不安な面はありますね。で、まあ、僕のチャンネルはですね、こういう株式投資の基礎とかやってるんで、株もし勉強したいよっていう人はですね、まあこれ本1冊分以上のですね、わかりやすい解説になってるので、ぜひ見てほしいし、まあ、お金の授業っていうのもあるんで、よかったら見てください。あと、サブチャンネルでね、モフボッチってやってるんで、まったりしたやつ、よかったら見てください。ということで、今後ね、ソフトバンクどうなるか、
5月決算あります。まあこれね、どうなるか、まあ多分大赤字になると思うんですけども、それ、楽しみにっていうか、どうなるか見たいなと思ってます。で、まあ自社株買いしてね、株価上がるんですけども、まあ大体そう上がる、まだ買ってもないんですけども、上がって、まあどこまでまた下がり続けるか、まあ本当に危機があったらですね、下がり続けると思うんで、その辺ちょっと注目ですね。あと、まあ、孫さんの大量保有報告書ですね、動向。まあ、株価が、まあ、2000円とか割ってくるようになると、多分これが出てくると思います。追加で担保入れたりとかしないといけなくなってくるんで。なので、これもですね、出ると多分すごい注目されると思います。大量保有報告書。これを覚えておいてください。5%以上持ってると出さなきゃいけないっていうルールがあります。で、まあソフトバンクグループがですね、どこの会社の株売るかとかですね、まあこのアリババなのか、まあアリババもね、株をね、これも去年2月からも下がっちゃってますし、まあソフトバンクね、もう株下がってるし、まあスプリントね、もう下がってるし、まあ多分アームも今ボロボロで赤字転落したりしてるんで、ソフトバンクビジョンファンドもっとボロボロなんで、どうすんじゃいっていうところでね、まあだからこの株価がね、この高い時に売るのは鉄則なんですけども、株価下がってる時に、まあ、ね、自社株買いしてソフトバンクグループの株を底上げしないと、今もうね、孫さんの借金が、みたいな話が裏ではあるんじゃないかな。まあそういうふうに推測してますね。特にアームがですね、これむちゃくちゃ高く買ってるんで、アーム。倍ぐらいかな。ちょっと忘れちゃったんですけども、本来の価値、まあ、本来1兆とかね、まあ、2兆とか、それぐらいのところをね、3兆とかで買ったりしてるんで、むちゃくちゃ高く買ってるんですよ。まあ、将来性にかけて。で、一方、アームがですね、赤字垂れ流してるんで、赤字転落して、で、スマートフォンが売れなくなってっていうんで、多分大幅にですね、アームの、その、資産が、大赤字転落するんで、価値が下がるっていうふうに、多分国際会計基準とかで評価しなきゃいけなくなるんですよね。まあ、そうするとね、のれんの償却っていう、そのなんかこう、買った時の、高く買った分の価値みたいなのをゼロみたいな、まあちょっと減らさなきゃいけなくって、そうなるとそれもね、かなり大赤字叩き出すっていう風になったりします。まあ大体、いろんな会社はですね、まあ電通とか赤字転落とかで、のれんの償却とか言うと、まあそういう高く買った分のやつを、まあ思ったようにいかなかったからマイナスするっていう処理をしたりとかしなきゃいけなくって、まあ、アーム現存処理ってちょっと一番気になってますね。どれぐらい、まあ、なんかこれだとしなきゃいけなくなるんじゃないかなって気がしますね。うん。で、これ、まあ、3.2 兆とかで買ったんですけども、ソフトバンクのですね、取締りを務められてたですね、この、長森さんが、アームは3300億円でも買わないっていうね、やめた、言って、多分相当止めたんだと思うんですけど。まあだから、まあだんだんですね、そういうふうに、孫さんも、社外取締役の人と意見が合わなくなったりとかして、まあだんだん孤立化していってる中で、まあ本当にね、どっちが正しいのかとかね、本当に、まあアームって、世界のスマートフォンの、まあほんと9割以上のね、CPU の設計のシェアを持ってるんで、まあかといってもね、全然1500億ぐらいなんですよね、売り上げが。ただまあ1500円、年間1000億円ぐらいしか売り上げない会社が、ね、それ3兆の価値あるかってね、どうすんだってね、まあ、売上イコール利益だったとしてもね、それ結局30年分ぐらいの待たないとそれ回収できないみたいな感じになるんで、どうなんだろうなっていうところはあるんですけども、まあ、そんな感じでですね、ソフトバンク、かなり非常にね、厳しい状態であるんですけども、ちょっとまあ、今回の株価上がったんで、こう、裏の情報を見ながらやると、経済とかね、ニュース面白くなるんで、ぜひですね、見てみてください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。もし面白かったらね、チャンネル登録ぜひお願いします。またですね、いつもコメント、高評価ありがとうございます。すごい嬉しいです。役に立つ、頑張るのでですね、ぜひ役に立ったらコメント、また SNS とか友達にシェアしていただけると嬉しいです。また Twitter やってますんで、よかったら、フォローしてください。また最近インスタとかね、あとFacebook ページやってるんで、よかったら詳細欄から登録お願いします。どうもありがとうございました。ウェイ。昨日マコナリ社長とコラボしたので、ぜひ詳細欄貼っとくんで、よかったら僕の、動画と、あとマコナリさんのところにも僕がね、どんな頑張ったかっていう動画出してるんで、絶対見てみてください。すごい頑張ったので、ぜひお願いします。それどうもありがとうございました。ウェイ。お、もう終わったんだ。